沈黙がスタジアムを支配していた。ニューヨーク、摩天楼が夜空を切り裂くこの大都会のどこかにある豪華なオーナー室で、スティーブ・コーエンは大型スクリーンを睨みつけていた。画面に映し出されていたのは、シカゴの夜空に高々と舞い上がる白球だった。137メートル、打球速度184キロ。アリゾナの投手が渾身の一球を投じた瞬間、それはすでに終わっていた。村上宗隆のバットが空気を引き裂き、弾道は重力の法則すら嘲笑うかのように宇宙へと突き刺さっていった。スクリーンの向こうで解説者が絶叫している。前代未聞だ。信じられない。日本から来た若者がメジャーリーグの常識を破壊している。コーエンは唇を噛んだ。その表情に滲むのは怒りではなかった。もっと深く、もっと黒い感情だった。後悔という名の毒が、総資産3兆円を誇る大富豪の胸の奥深くまで静かに染み渡っていた。あの男を、我々は笑い飛ばしたのだ。時計の針を少し戻す必要がある。昨シーズンのオフ、2026年への幕開けを控えたあの季節のことだ。日本プロ野球界において最年少での三冠王に輝き、シーズン56本塁打という人類の限界に挑戦するような記録を刻んだ男が、海を渡る決意を固めた。村上宗隆、日本中の野球ファンが固唾を飲んで見守った瞬間だった。しかしニューヨークのメディアは違った反応を示した。笑ったのだ。それも、品のない、上から目線の、エリート特有のあの笑い方で。三振ばかりの打者がニューヨークのユニフォームを着るなど、絶対にありえない話だ。この言葉が全ての始まりだった。これはただの批評ではなかった。これは宣戦布告でもなく、分析でもなかった。これは偏見という名の刃が、何の根拠もなく一人の人間の夢に突き立てられた瞬間だった。全米最大級のメディアがこの論調に同調した。データアナリストたちがグラフを持ち出した。三振率、コンタクト率、対高速球対応率、冷たい数字の羅列が、一人の人間の価値を決定するための処刑台として組み立てられていった。極東のリーグで本塁打を量産しようが、最高峰の舞台では全くの無価値だ。これまで海を渡ってきたすべての日本人選手への侮辱を含んだ暴言が、堂々と全米に発信された。誰も止めなかった。なぜなら彼らは正しいと信じていたから。自分たちのデータシステムが世界最高であり、アジアの才能がそれを覆すことなどありえないという歪んだ確信の中にいたから。この不穏な空気は密室へと流れ込んだ。メッツの編成本部長、デイビッド・スターンズ。彼はわざわざ日本まで足を運んでいた。神宮球場で、村上の打席を自らの目で視察した。バットの軌道を見た。打球の角度を見た。スタンドの反応を感じた。それでも数字が勝った。高度なデータ分析部門は、メディアの悪意ある論調に完全に染められていた。過去の数字の弱点だけを拡大解釈し、160キロを超えるメジャーの速球に対応できるはずがないという結論を導き出した。スターンズは自身の哲学、VAR/VALUE アバブリプレイスメントという査定学の枠組みに固執し、こう言い放ったと言われている。我々が弾き出した評価額から1ドルたりとも歩み寄るつもりはない。村上側が提示した条件は2年総額3400万ドル、約53億円だった。メジャーの市場からすれば破格の安さだった。三冠王が歴史的な本塁打記録を持つ男がこれほどの金額でやってこようとしていた。それをスターンズはリスクが高すぎると切り捨て、交渉の席からあっさりと立ち去った。そして彼らが選んだのはホルヘ・ポランコだった。安全な選択、データ上のコンタクト率が高く、三振のリスクが少ない、計算のできるベテラン。契約額は2年4000万ドル、約62億円。村上よりも9億円も高い金額を彼らは迷わず支払った。三振の多い未知の日本人より、実績あるメジャーリーガーを選ぶ方が賢い。その瞬間、時限爆弾のカウントダウンが始まった。村上宗隆は何も言わなかった。
海の向こうから届く不当な評価に対して、見苦しい反論をすることも、感情的な声明を出すことも一度もなかった。ただ一つだけ、後に語った言葉がある。マジでうるせえな、と思いながら聞いていました。やってみないとわからないのに、これがこの男の本質だった。怒りを外に向けず、内側に燃料として蓄積する。誰かを論破しようとするのではなく、グラウンドで全てを証明しようとする。静かで、しかし灼熱のような自信、大物だけが持つ、あの独特の重力。彼が選んだ新天地はシカゴホワイトソックスだった。過去3年連続で100敗クラスの惨敗を喫し、全米から史上最弱のドボ沼チームとあざけられ続けていた球団。開幕前から誰もが再建まで数年かかると確信し、地元ファンですら半ば諦めと絶望の中にいた。誰もが思っていた。これは悲劇だ。才能ある選手が負け続けるチームで消耗していくだけだ、と。しかし村上は違う景色を見ていた。3月26日、その日、メジャーリーグの歴史に小さな地殻変動が起きた。村上宗隆のデビュー戦、初打席、彼のバットが振り抜かれた瞬間、打球はシカゴの冷たい春の空気を切り裂いて、スタンドへと消えた。本塁打、アメリカのメディアはまぐれだろうと笑った。翌日もアーチを描いた。その翌日もスタンドに叩き込んだ。開幕から3試合連続本塁打。ホワイトソックスの球団史上初。メジャーリーグの歴史においても、わずか4人目の記録だった。笑い声が止まった。沈黙が訪れた。そして4月17日、村上はメジャー初の満塁本塁打を放ち、わずか24試合でシーズン10号に到達した。大谷翔平が記録した28試合を大幅に上回る、日本人選手としての最速到達記録の更新だった。そして4月23日のアリゾナ戦での一発が、全てを決定的にした。7回、相手投手の渾身の一球、打球速度184キロ、飛距離137メートル。それはもはや野球の範疇を超えた何かだった。物理法則への挑戦だった。ニューヨークのメディアが絶対に対応できないと断言した速球を彼は完璧に、圧倒的に粉砕してみせた。しかし村上が起こした奇跡は、個人の本塁打記録だけではなかった。彼がホワイトソックスのクラブハウスに踏み込んだ瞬間から何かが変わり始めた。長年の敗北が染みついたチームメイトたちは、勝つことを忘れていた。いや、正確には、勝てるはずがないと信じ込んでいた。その諦めという毒が、チームの細胞の一つ一つに浸透していた。村上は通訳を介しながら、しかし言葉を超えた何かで彼らとつながっていった。身振り手振りで積極的に意思疎通を図り、笑顔で絆を育て、一番大きな声でチームメイトのプレーを称えた。そのエネルギーは感染した。電流のように、クラブハウス全体に走った。暗く沈んでいたベンチに、笑い声が戻ってきた。諦めていた選手たちの目に、光が宿り始めた。2026年5月20日時点で、史上最弱と呼ばれたホワイトソックスは勝率5割をキープし、プレーオフ進出を狙える位置につけていた。誰もが目を疑った。これは奇跡ではなく、一人の男が持ち込んだ本物の力だった。本拠地スタジアムは連日のお祭り騒ぎ、英語と日本語で MURAKAMUI と書かれたユニフォームが溢れ、かつては空席が目立っていた球場がチケット入手困難なほどの熱狂に包まれた。逆転本塁打を放った夜には、夜中の11時を過ぎても誰一人帰ろうとせず、スタジアム全体から MVP コールが鹿児島の冷たい夜空に轟いた。その頃、ニューヨークでは地獄が始まっていた。ポランコは開幕から全くタイミングが合わなかった。打率は1割台前半。チャンスの場面で力ない凡打。データが保証した安全性は、グラウンドのどこを探しても存在しなかった。そして開幕からわずか3週間後、最悪のタイミングで故障離脱。3兆円オーナーが投じた巨額の投資は、文字通り煙と消えた。
主軸を失ったメッツは歯車が狂い始め、球団史に残る悪夢の12連敗へと引きずり込まれた。前年に勝ち越しを記録したチームが翌年4月にこれほどの長期連敗を記録するのは、長いメジャーリーグ史においても初の不名誉な事態だった。総額3億8200万ドルの軍団でありながら、連敗中の1試合平均得点はわずか 1.83 点。他の全チームが平均3点以上を記録する中、メッツはぶっちぎりの最下位打線だった。先発投手が素晴らしい投球を見せても打線が援護できず、見殺しにしてしまう展開が延々と続いた。平日のスタジアムに足を運んだファンたちも、試合途中で呆れ果て席を立ち、足早に帰っていった。そしてオーナー室のドアが閉まった。ふざけるな、コーエンの声が壁を震わせた。我々は3億8200万ドルもの資金を、世界中の笑い物になるために使ったのか。安全なベテランだと？打率1割で消えることのどこが安全なんだ。我々は史上最高の才能をドブに捨て、代わりに壊れたガラクタを高値で買わされたんだぞ。フロント幹部たちはうつむいた。返す言葉がなかった。高度なデータ分析とやらは、一体どこに消えたんだ。血を吐くような怒りがオーナー室に充満した。しかしこの怒りは誰かを救うものではなかった。すでに全ては起きてしまっていた。村上を見送った日に、タイムラインは確定していた。SNS が火を吹いた。地元スポーツラジオの電話回線に、怒り狂ったファンからのコールが絶え間なく押し寄せた。間違いなくオフシーズン最大の取り逃がしだ。三振率のデータしか見られない最低のスカウト陣は今すぐ全員クビにしろ。スターンズはメッツに取り返しのつかない損害を与えた。即刻解雇に値する。そして何よりも残酷だったのが、メディアの変説だった。数ヶ月前まで村上をメジャーの速球に絶対に対応できないと断言していた名物記者たちが、今や自らの誤りを認めることなく球団フロントをバッシングし始めた。自分たちの発言をすっかり忘れたかのように、あるいは意図的に記憶から消し去ったかのように、今年の惨状の主犯はスターンズだと示談した。手のひら返しとはこのことだ。しかしその身勝手さに気づいている者は少なかった。怒りは常に誰かに向けられる出口を求めており、論理的整合性など関係なかった。そしてクラブハウスの内部でも別の崩壊が進行していた。MLB 史上最高額7億6500万ドル、約150億円の契約を結ぶスーパースターが、試合後のインタビューでこう言い放った。俺は自分の仕事をしているだけだ。打席で結果を出している。チームが負け続けているのは俺のせいじゃない。冷たく、固く、まるで自分には一切関係がないとでも言うように、肩をすくめてみせた。12連敗の絶望の中で、チームの象徴的存在がこの言葉を放った。報道が火に油を注いだ。ファンの怒りがガソリンを得て爆発した。チームの士気は修復不可能なレベルにまで崩壊した。なぜこれほどまでにニューヨークのファンが絶望したのか。それは彼らが毎日別の景色を見せられていたからだ。大谷翔平は巨万の富を得た後も泥だらけになって次の塁を狙い、ベンチの最前列で誰よりも大きな声を上げて味方のプレーを称え続けている。そしてシカゴでは欠陥品と見下ろされた村上が言葉の通じない異国の地で誰よりも明るくチームメイトを励まし、史上最弱のチームを勝てる集団へと変貌させていた。金でもデータでも測れない何かがそこにあった。その何かをメッツには持ち込むことができなかった。やがて怒りは奇妙な方向へと歪んでいった。トレード論が浮上した。あるメディアがメッツが有望株を差し出してトレードに動く可能性があると報じると、SNS とラジオが一気に狂乱状態に陥った。トッププロスペクトを差し出してでも彼を連れてこい。GM は今すぐシカゴに電話をかけろ。数ヶ月前まで三振ばかりの欠陥品と見下していた事実を、都合よく記憶から消し去り、未来のスター候補を手放してでも強奪しろと叫んだ。欲しいものを自ら捨てておきながら、
結果が出た途端に奪い取ろうとする。これが現代の球団文化の本質だった。そしてついに、伝説たちが口を開いた。ボストンが誇る伝説の強打者、デビッド・オルティス。数々の修羅場をくぐり抜けてきたこの男は、スターンズが掲げた適正価格という言い訳を一言で切り捨てた。適正価格というのは商売人の言葉だ。勝負の世界に生きる野球人の言葉じゃない。ピート・アロンソを手放し、自ら開けた大穴を埋める最高のピースが目の前にあったにもかかわらず、見送った。その結果が12連敗なら完全な因果だ。彼の怒りの矛先はヤンキースにも向かった。今のヤンキースは勝てる球団ではなく、ただ臆病なだけだ。山本由伸の時もそうだった。データを盾にしてリスクを語るばかりで、最初から本気で取る覚悟などなかった。リスペクトのない球団に、誰がわざわざ行くというのか。ヤンキースの黄金期を築いた名将もまた言葉を発した。かつてのボス、ジョージ・スタインブレナーが生きていれば、村上を見送る判断など絶対に許さなかったはずだ。勝つために必要な選手は何としても連れてくる。それがニューヨークの野球だった。今の彼らは三振が多いだの、評価に合わないだのと机上の数字ばかりを並べ立てて、肝心の人間を見る目を完全に失っている。ホワイトソックスをかつて世界一に導いた元監督は、さらに激しく怒りをぶつけた。フロントの連中は全てを知っている気でいるが、メジャーの強い速球を一体誰が簡単に打てると言うんだ。ほとんどの選手が打てないんだよ。簡単な話だ。私がオーナーなら、そんなスカウトは全員クビだ。アレックス・ロドリゲスの言葉が最も本質をついていた。データは過去しか語らない。未来を読むのは人間の目だ。メッツの編成幹部は匿名でこう言い訳した。メジャーの投手を相手にした時に空振り率がどう転ぶかを予測するのは困難だった。これは打撃予測モデルにおける盲点だった。打撃予測モデルの盲点。人間の底知れない可能性を見落とした想像力の欠如をシステムのエラーとして責任転嫁した。これがデータ主義に魂を売り渡した組織の末路だった。自らの判断の誤りを認めるのではなく、道具のせいにする。人間の目で見なかったことのツケをアルゴリズムに押し付ける。この物語には野球を超えた普遍的な構造がある。かつて日本の自動車メーカーがハイブリッドカーを発表したとき、欧州のディーラーたちは笑った。売れるはずがないと言った。それでも技術者たちは信じ続け、情熱を燃やし続け、世界市場をひっくり返した。BTS が登場したとき、業界の専門家たちは言った。アジア人のコンテンツが全米で受けるはずがないと。しかし今彼らは世界を席巻している。イカゲームが配信された時も同じだった。韓国のコンテンツが西洋の視聴者に刺さるはずがないと言われていた。いつの時代も既存システムを絶対と信じ込んだエリートが目の前の異質な本物を排除して自滅する。そのパターンは野球でも自動車産業でもエンターテイメントでも変わらない。奇跡を起こすのは冷徹な計算式ではなく、勝利に執着する熱い魂だ。村上宗隆はその証人になった。2026年、シーズンはまだ続いている。シカゴの夜空にアーチを描くたびに、ニューヨークのどこかでコーエンの胸に刺さったトゲが深く食い込んでいく。彼を欠陥品と呼んだ者たちは今、何を思っているのか。彼を不確定要素として切り捨てたデータアナリストたちは、今もそのスプレッドシートを信じているのか。そして誰よりも大切な問いがある。もし組織の意思決定が常に過去のデータに依存するなら、誰が未来を信じるのか。誰が、まだ存在しない奇跡のために賭けを張るのか。村上が次の打席に立つ。投手は構える。スタジアムが息を飲む。そして白球が、また空に消えていく。その弾道の向こうに、傲慢な帝国の残骸が静かに沈んでいる。あなたはどう思うか？データと人間の目、どちらが本当に才能を見抜けるのか。あるいは、巨大組織がこれほど致命的な判断ミスを繰り返す理由は何だと思うか。コメントで聞かせてほしい。
あなた自身が実力で周囲の偏見を黙らせた経験はあるか？それとも今でもまだ戦いの最中にいるか？